ちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はコットンタイム1月号が発売になりましたので、サブチャンネルの方で紹介させていただきます。今回はですね、掲載作品の方も一緒に紹介していきたいと思いますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。で、メインチャンネルの方ではどんなものを作ってるのかっていうのをインスタライブの方で紹介したものを再編集して公開していますので、結構ね長尺になりますけれども、そちらの方も合わせてご覧いただけると嬉しいです。それではですね、早速本誌の方紹介していきたいと思います。こちらは12月7日に発売になりましたコットンタイム1月号になります。表紙がキーケースになっているになります。今回は私の方で作らせていただきました。今回の1月号の付録の特徴としては、まずね2024年カレンダーですね。こちらは毎年ですね、コットンタイムの1月号で好評いただいている号になってます。それから今回は特別にネイジのマルチコラボ定規の方も付録になりました。こちら第3弾が1月号の方で付録になっています。で、このマルチコラボ定規に関しては本誌の中で丁寧に紹介してくださっているので、この定規を手にした時にどんなアイテムが作れるのかっていうのも丁寧に紹介していますので、初心者様でも分かりやすい解説もついていますので、安心してお求めいただけたらと思います。で、まずですね、表紙にあるキーケースはこちらになります。こうやってピューって引っ張るとこんな感じでキーリングがついています。ここに鍵を引っ掛けてこうやってキューってやると収納できるので、鍵を隠すこともできるんですよね。で、後ろ面は今回窓をつけてみました。こちらもね歯切れで作ってます。なんとなくつけてみたんですけど、ここにねイニシャルとか入れてみても可愛いかなと思います。で、こちらのキーケースはですね、書籍の方でも紹介しているんですけれども、今回ね作り方をもう少し簡単になるように、この屋根の部分だけなんですけど作り方を変えてみました。あとレースとかね、ちょっと余分な付属品を外して窓だけで楽しめるようなデザインにしています。で、私はですね2005年から手芸作家として活動をしているんですけれども、その頃からですね自宅ショップとか小さなイベントでこのお家のキーケースをいくつもね作って販売してきました。なのでもう長年ですね、このキーケースは作って紹介してきたアイテムなんですけれども、その際にですねお子様に持たせるために購入される方とか、ご家族分購入される方とかもいらっしゃってですね、非常にですね好評をいただいてます。で、今回ですねこういうふうに短めにしていますけれども、例えばここの紐の部分を長くしてこうやって首から下げられるようにしてあげると、お子様でもですね持ちやすくてすぐね鍵とか探しやすいかなと思います。ただ今ちょっとね物騒なのでそういうわけにはいかないかもしれないんですけれども、なんかそういう用途で使っていただけてもいいかなって思います。あとですね、こうキーケース自体が結構可愛くて特徴的なので、意外とですねなくし物をしても出てくるっていうね、ちょっと不思議なキーケースなんですけど、なんかねお友達が近所でちょっと落とし物をしたっていう時も、もしかしたらこういうの好きなんじゃないのっていうところでお家に届けてもらったなんてこともあったそうなんですよね。そのぐらいね可愛らしくて目立つ存在だと思うので、とっても小さい布小物なんですけど手縫いでもできますので、よかったらこちらも作っていただけると嬉しいです。で、こちらのキーケースを作るのにこの定規があれば型紙がなくても作れるよっていう風な本誌の方で紹介しています。ここのね斜めの部分が屋根の感じになってるんですよね。こういう風に使えますので、型紙がなくてもこの定規だけで型紙をあえて作り直したりする必要もないので、すごくね気軽に作れるかなと思います。ぜひねお子様とも一緒に作っていただけると嬉しいです。ワンポイントにした窓はリバティの薄い生地を使っています。なんか好きな生地をここにねミシンでステッチしてあげると、よりねワンポイントで可愛く使えるんじゃないかなって思いますので、よかったら参考にしてください。こちらもね書籍の方に紹介があるんですけど、マカロンのコインケースになってます。こういう風にファスナーを手縫いで全てね縫い付けていくっていう風な、布小物になるんですけれども、こう開けるとねこういう風にポ
ケットが小さなねポケットがついています。なんかアクセサリーとか持ち歩く時にもいいかなっていうふうに思ってます。以前もマカロンのコインケースは非常に人気でですね、小さいサイズのものをいくつも作って、そちらもですね自宅ショップとかイベントで販売させていただいた経緯があります。今回はマカロンケースは全て手縫いなので、ミシンを出さなくても作れるよっていうアイテムを一つ加えたくって、今回はこちらのマカロンのコインケースの方を、紹介させていただきました。このマカロンのコインケースの型紙もこのカーブを使って作ることができます。すごくね簡単に作れるように工夫していますので、こちらも型紙いらずで作れますので、よかったら、作ってみてほしいなと思います。例えばマカロンのコインケースっていうとまん丸じゃないですか。このまん丸のまず型紙を作って布に写すっていう作業はですね、ちょっとね手間もかかるし、あとずれちゃったりとかするとあんまり綺麗に仕上がらなかったりするんですけど、この定規があればここがくり抜きになってるので、そのまま布にダイレクトに印がつけられるんですね。なので布を四つ折りにしてこのカーブだけ書いて切ると綺麗な丸が切れます。続いてですね、こちらのポーチになります。こちらは定規のカーブを使ってこんな感じで作っています。フラップがこの斜めになっている状態ですね。こちらのインスタライブの方も動画の方でも紹介してますので、詳しくはそちらの方もご覧いただけたらと思います。今回は布合わせの紹介になりますけれども、こちらはですねウィリアム・モリスのオックスのピンパーネルになります。裏面もこういう風になってますね。柄合わせが必要な生地になるんですけれども、ここの斜めの部分がすごくね上品だったので、今回はこちらのピンパーネルを使いました。で内側はストライプを使用しています。そのピンパーネルに合わせてこことここが無地のリネンになってるんですけど、こういう風にちょっとねおしゃれに引き立つように無地を使用しています。で内側は結構ね私使う率が高いストライプなんですけど、今回は1センチの太ストライプを使用しています。でちょっと内側からちらっと見えるストライプも品があるように仕上げています。あとはですね特徴的なのはこの底にダーツが入っています。ダーツがあることでふっくらした仕上がりになっています。このダーツも定規のこの印の部分を生かしながらダーツの線を引いて作ることができます。穴もねいくつか開いてますので、この穴を使いながら作っていただいてもいいですし、新たに自分で穴を開けることもできます。はい、そしてこちらはですね、今度は逆になってフラップがカーブになって、そこがこう斜めのラインになったポーチになります。こちらは定規の幅そのままを使っていますので、幅がだいたい22センチぐらいになります。で定規もそのままここにすっぽり入るようなデザインになっています。こういう風になってますので、そこは少し浅めにしてるんですけれども、このフラップをこう深くすればこういう風にペンケースにすることもできたり、ちょっと高く上げれば定規が入れられるようにもなっています。であとはくるくるっと巻いてここで留めるというような感じですね。よくこういうのを作ってた時って通帳ケースだったりとか、あと旅行行く時はパスポートケースなどにもこの形をよく作っていました。すごくねティッシュポーチと同じような作り方になってますので、返し口の作り方も非常にね作りやすくなっています。で裏面はどうなってるかっていうと、ここでこの無地の部分ですね、この部分でフラップを切り替えるようにしています。なのでこう後ろになるとこういう感じなんですね。だから柄物の生地とか柄方向のある生地を使う場合はこういう風にすることができるので、どんな生地を選んでもこのポーチが作れるという風になります。なので合わせるのは無地の方がいいのかなっていうところですね。で内側はやっぱりね同じストライプを使っています。生地をね変えてもよかったんですけど、なんとなくこのままにしました。こちらの斜めのポーチにはここに際にねステッチを入れてるんですね。この部分に際の部分ですね、ここの部分をステッチしてるんですけれども、この丸い方のカーブの方にはステッチを入れずにそのままで仕上げるようにしてみました。そうすることでちょっとね裏面のこのストライプが少しちらっと見えてきますよね。
このカーブに際のステッチを入れるのは非常に難易度が上がるので、今回はあえて外しています。こういう風にちょっと内側から見えるのも意識しながら生地選びされるといいかなっていう風に思います。あとこちらはですね、キットのプレゼントもご用意がありますので、よかったら本誌の方もご覧いただけたらと思います。そのキットの中にですね、メッセージも入れさせていただきました。で、今までですね、書籍でサインをしてほしいっていう風になった時に、今まではハンドルネームがずっとユンユンだったんですね。 YUN だったんですけど、今度のサインから自分の本名で猪俣由紀っていう漢字をね書こうかなと思って、ちょっとねサインの練習をしたところなんです。なので新しいサインでメッセージの方入れてますので、よかったらプレゼントの応募の方もチャレンジしてみてください。でこちらですね、ファスナーのポーチになります。一つだけファスナーのポーチを加えました。でこちらはですね、こういう風に底がこの部分が三角に見えて、底が四角になってるんですね。でこういうちょっとね貝殻みたいな形なんですけど、表から見ると貝殻っぽくって、でもマッチが四角になってるっていうデザインのポーチになります。今回こちらは20センチのファスナーで仕上げられるように工夫をしました。で使ってるのは無地のリネンに接着芯を貼った上で、ここですね、インド綿リボンを使いました。インド綿リボンは今ね手芸店でいろんな種類売ってますので、少しの量で作ることができます。なのでだいたいですね、そうですね、30センチぐらいあれば作れるんじゃないかなっていうふうに思いますので、よかったらねインド綿リボンお手元にある方は、あとはねチロリアンテープとかでもいいんですよね。こういうふうにテープをおしゃれに無地に重ねて作るとシンプルなんだけど可愛いポーチができますよっていうふうに紹介でした。なんか柄の生地をたくさん使いました。こちらでは無地の方で紹介をしています。今回の接着芯は中圧のものを使用しています。なんかちょっと形が綺麗に出てきますので、シルエットがね綺麗に出てきますので、薄い生地を使用される場合などは接着芯を使うとよりね形のいいものができますので、よかったら参考にしてください。で最後に紹介するのがこちらの巾着トートになります。この上の部分がフリルになっていて、でここで紐でギュッと縛るタイプになります。で開けるとこの状態で底がカーブになってますので、この状態でトートバッグとして使うこともできるようなデザインにしました。で内側はやっぱりストライプですね。なんでかストライプたくさん使っちゃったんですけど、今回は違う感じのストライプにしました。でこの生地はですね、実はフランスのデッドストックの生地なんですけれども、フランスに行った時にフランスのクリニャンクールっていう飲みの市で購入してきた生地になります。結構ね途中で裁断して購入することができなかったので、まとめて購入をしてきてるので、結構ね量があるんですよね。いつかねキットとかにできたらいいなって思うんですけど、かなり貴重な生地なので、まだどうしようか考え中です。他のねどのお店にも販売されてないというものになってしまうんですけれども、よかったら布合わせの参考にしていただけたらいいなって思います。こういうふうに無地のカラーのリネンをね合わせてツートンで作るとすごくねおしゃれな感じの仕上がりになりますので、参考にしてください。紐にしたのは今回はこの生地に合わせてこういうねグロランテープを使用しています。あとはワックスコードだったり綿テープだったりお好みでこの生地に合わせて楽しんでいただけたらと思います。お出かけちょっとねお出かけするぐらいのサイズ感でちょうどいいかなって思います。ちょうどですね長財布がすっぽり入るぐらいのサイズ感になっています。よかったら手作り楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ではこんな感じでコットンタイム1月号の掲載作品の紹介をさせていただきました。よかったら参考にしていただけると嬉しいです。これからですねメインチャンネルの方で少しずつ作り方の紹介もしていきたいなと思いますので、楽しみにしていていただけると嬉しいです。そして、年末年始になりますけれども、お時間あります時に手作りも楽しんでいただけるといいなと思います。でマカロンのコインケースはブログの方にも作り方丁寧に紹介してるんですけど、もうねだいぶ前に公開した記事なんですけど、今もねアクセス多くいただく記事になっています。でこちらもね
小さい小物なんですけど、手縫いなので一緒に作れたらいいななんて思ってますので、インスタライブもしかしたらやるかもしれないです。その時は、よかったら一緒に参加していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。メインチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。